こんにちは、のすけです。最近ニュースを見ていたら、木をふんだんに使った建築が流行っているみたい。そういえば自作 PC 界隈も木を使ったケースが増えてきた印象です。ということで、早速 3D モデルを作りました。デスクミニをベースにパネルを木材にしています。木材の厚さは 3mm。最近アクリルを加工することが多かったので、木なら余裕なんじゃないかと思っています。大きさは幅 84mm、高さ 159mm、奥行き 153mm です。フロントパネルと天板に木の巨匠が得意とするルーバー的なデザインを取り入れています。買い物に行ってきました。購入したのはアガチスという木材。家具などに使われている木材とのことです。幅が 100mm のものしか売っていなかったので、つなぎ合わせて使います。ノコギリで所定の長さに切断。木の繊維と直角方向の切断は意外と大変でした。木工用ボンドで板をつなぎ合わせます。タイトボンドというやつを使いました。クランプで圧縮して強力に接着をします。接着をしている間にフロント天板を切り出します。木の繊維と同じ方向だとノコギリがスムーズです。図面を印刷して木材に貼り付け、ちょうど良い大きさにヤスリで整えます。いつものことですが、ヤスリに時間がかかりました。ルーバーの部分はフライステーブルで加工。刃の回転方向と送りの方向で表面がささくれてしまうようなので、一つのラインを往復で加工しています。フロントパネルには USB ポートなどがあるので、その部分もフライステーブルで加工します。出来上がりはこんな感じです。接合していた板のボンドが乾いたので、サイドパネルを加工していきます。所定の大きさにノコギリで切断して、ボール板で円の内側に沿って穴を開けます。ノコギリで穴を切り取り、ヤスリで円を整えていきます。さて、ここで問題です。のすけはここから新円を作るのに何分かかるでしょうか？それでは、ヤスリ開始。正解は46分でした。正解者の方にはヤスリグッズが送られてくる可能性がビレゾンです。板を接着をして箱を作っていきます。こんな感じでコッパを使用して直角を出します。底板の接着を。底板と天板は同じ形状でルーバー付きです。フロントパネルの接着を。デスクミニを取り付けるためのブラケットを接着を。ファン側のサイドパネルを接着を。ボンドが完全に乾くまでの間に電源ボタンを作ります。電源ボタンのマークを鉛筆で下書きして、それをなぞるようにハンダコテで焼きを入れます。こんな感じでできました。パンとの隙間を埋めるスポンジも作っておきました。一晩放置してボンドが完全に乾いたら、ヤスリで形と表面を整えます。木が腐ると困るので防腐剤を塗ります。買ったのは U オイルという商品のクリアで、ニスというよりはサラサラのオイルという感じ。
ベタつきが少ないので塗りやすかったです。外側も内側もペタペタと塗っておきます。30分ほど放置してから拭き取り、完全に乾く前に拭き取るようです。一晩放置して完全に乾燥。いい感じの色に仕上がりました。表面はサラサラです。気になったので体重計測。108g。軽いと思ったんですが、ミニ四駆よりも重たかったです。プラスチックの板を貼り付けておいた電源ボタンを箱に取り付けます。電源ボタンがある程度乾いたら、デスクミニから取り外したスイッチ周りを接着をします。スイッチが乾いたら、デスクミニから折りはぎしたレールのような部品を両面テープで貼り付けます。あらかじめ開けておいたボス穴にボスを取り付け、パンとの隙間を埋めるスポンジを接着をします。裏板のガイドで円が変形しないようにしています。すべてのボンドが乾いたらデスクミニを取り付け、固定は取り付けたボスの2箇所になります。最後にゴム足を取り付けて、完成です。電源はちゃんと起動できました。ということで、デスクミニのウッドケース、いかがだったでしょうか。のすけ的にはかなりかっこいいケースに仕上がったと思っています。図面を整理したらブースにアップロードしますので、X をフォローして続報をお待ちください。今後もこんな感じの面白 PC ケースを作っていこうと思っているので、今回のケースが気になった方は高評価とチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。ではでは。